皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は越冬開始前に行う寒さ対策についてお話しします。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。撮影を行ったのは10月末の2日間です。前回の動画を撮影してから1週間ほど経ったところです。1日目の昼下がりに撮影を行った時は晴れていて、養蜂場そばの日陰に設置した温度計では気温は13度ぐらいでした。で、2日目の朝の撮影の時も晴れていましたが、気温は10度ぐらいでした。この日はたまたま朝の気温が割と高かったのですけれども、10月下旬になって最低気温が氷点下になる日が増えてきています。養蜂場周辺の山々の紅葉が美しさの最盛期です。で、この養蜂場の越冬開始は過去には11月下旬でしたが、今年は温暖化の下で12月上旬にまで延期するかもしれません。しかし、現時点からそれまでの約1ヶ月間の間にも夜間から朝方にかけて低温の日々が続きます。ミツバチは割と低温に強い生き物ではありますが、低温の下では体力やエネルギーを消耗することになります。越冬前の消耗はなるべく避けたいところです。そこでこの養蜂場では越冬前の防寒対策を施すことにしています。まず巣箱の内見の様子から見ていくことにしましょう。越冬開始前の内見は11月になってからもう1回だけ行うことになると思います。ですから今回は最後から一つ前の内見ということになります。今年は越冬に向けた巣板の数の絞り込み、つまり1箱あたり5、6枚への巣板の絞り込みはもう早々に済んでいます。そしてそうやって絞り込んだ巣板の上には、ご覧のようにびっしりと蜂がついています。この巣箱では1週間前の前回の内見の時には女王蜂を確認することができませんでした。今回はどうでしょうか。前回の内見の時には巣房に蓋がついた有害胞子がまだ結構ありましたけれども、今回はどうやら有害胞子はもうなくなっているようです。巣房に蓋がついている有害胞子がいないので、もしも仮に巣箱の中にダニがいるとしても、それらに対してダニ駆除剤が効きやすい状態になっています。女王蜂がいました。女王蜂は低温のためにもう産卵を行っていないか、あるいは産卵のペースは著しく落ちているようです。で、なお巣箱の中に蜜はたっぷりと溜まっているようです。しかしまだ使われていない巣房があるようです。そしてこの時期になるともはや自然界には蜜源となるような植物はないので、空白の巣房を蜂たちが花から自分たちで集めてきた蜜で埋めることはできません。そこで前回に引き続き人間が蜂に餌を与えます。餌は蜂蜜を溶かしたものです。そしてこれがおそらく越冬前に行うことになる最後の求人になると思います。内見は先ほど言いましたようにあと1回11月になって行いますが、その時はおそらく求人は行わないでしょう。その頃はもう寒くなりすぎていて、蜂たちが給餌器から蜜房に蜜を移して蓋をすることが難しくなるからです。まだ幾分暖かい今のうちにたっぷりと給餌してあげて、蜂たちが蓋付きの蜜棒を作る作業をよりスムーズにできるようにしてあげます。蜂に与える蜜は病気の心配のないこの養蜂場で採れた蜜です。越冬中の蜜の劣化を防ぐためには蜜棒に蓋がされている必要がありますが、蜂たちが蓋を作るのは蜜の濃度が上がった時です。そして蜜の濃度は外気の温度が高いほど水分が蒸発して上がりやすくなります。給餌を行うと、そのことが刺激になってにわかに蜂たちの動きが活発となり、巣門付近が賑やかになりました。
この映像は給仕を行う40分前の守門付近の風景なんですけれども、気温が低いために蜂たちにあまり活気がありません。それに対してこれは同じ巣箱の給仕を行った直後の守門付近の様子です。蜂たちが元気になって賑やかになっています。羽化してまだあまり日数の経っていない働き蜂たちが盛んに巣箱の位置を覚えるための慣らし運転飛行を行っているのだと思います。彼女たちは越冬前に無駄なエネルギーを使わないようにするために慣らし運転飛行を控えていたのでしょう。そこに給仕が刺激となって慣らし運転飛行をにわかに始めたようです。その一方でオスバチの巣箱からの追放は粛々と行われています。ただ今映っているオスバチは2頭の働きバチに代わる代わる追い回された挙句、どうにか一旦は難を逃れて巣門から巣箱の中に無事に帰ることができたようです。給仕で食料事情が良くなったので働きバチの追求が一時的に甘くなったというようなことがもしかしたらあったのかもしれません。今映っているのは先ほどとはまた別のオスバチですけれども、働きバチの攻撃はかなり必要ですが、彼もなんとか振り切って無事に逃げおせることができたようです。彼が巣箱に帰還したことを確認することができました。ただいくら給仕でエネルギー補給しても、この動画の冒頭で申し上げましたように10月下旬になって朝方には氷点下の気温になる日が多くなってきています。ここに来て蜂のエネルギーの消耗をできるだけ防ぐために防寒対策が必要になっています。前回の約1週間前の動画でも巣箱の上に麻布を1枚かぶせましたが、しかしここに来て低温の日が多くなってきましたので麻布1枚では十分とは言えません。ここから約1ヶ月後の越冬開始までの期間を持ちこたえるためにより本格的な防寒対策が必要になっています。この養蜂場では巣箱にかぶせるものとして麻布を使っていますが、これは越冬中の保温材としても使っているものです。麻布は越冬中に巣箱から生じてくる湿気を吸収するのに適していますが、屋外では雨を吸収して巣箱の温度を下げてしまう恐れがあります。ですから屋外では麻布の上に屋根を作って雨よけをする必要があります。この養蜂場では普段からポリカーボネート製の波板を巣箱の上に置いて屋根にしています。なお先ほどから麻布と言っているものは品物は麻袋です。これはコーヒー豆を運ぶために使っていたものですが、焙煎を行っている喫茶店から譲っていただいたものです。袋ですから1枚というのは二重になっています。その麻袋を1週間前には1枚しか巣箱の上にかぶせませんでしたが、今回は新たに3枚追加して合計で4枚かぶせるようにします。それらのうち下の3枚は巣門のついていない横の側面を覆いますが、一番上の1枚の麻袋は巣門がある前の側面を覆うようにします。先ほどから私は気温が低いことの悪影響を心配してきましたが、それに加えて冷たくて強い風が巣門から巣箱の中に吹き込むことも心配です。ですから夜間や風の強い時には巣門の前を麻布で覆うことが巣箱の中の保温の助けになるでしょう。ですから冷たい風が吹いている時には昼間でも巣門前を麻袋で覆う場合がありますが、そうでない通常の時には夕方の日没後に巣門前に麻袋をかぶせて、そして一夜明けて翌日の朝早くに巣門前の麻袋の垂れ下がった先端をまくり上げて、さらにその先端が再び下に落ちてこないようにするために麻袋の先端を洗濯バサミを使って屋根の板に留めるようにします。なお
今回の動画で紹介した防寒対策としての巣箱の包装は割と本格的なものでした。ですからこうした包装を行った、今年の場合ですと10月末の時点ですでに越冬のための梱包は始まっていると考えることができるのかもしれません。こうした見方からしますと、北国のミツバチの越冬は2段階の過程をたどることになります。越冬の第1段階目は今回の動画で紹介した言うならば簡易包装の段階です。そこでは未だ本格的な包装が必要なシーズンにはなっていませんが、それでも蜂たちに襲ってくる夜間の冷え込みや強風に対処するために屋根や布で巣箱をガードしてあげます。そして越冬の第2段階目は越冬のための本格的な梱包の段階です。この予報上では越冬場に巣箱を移動させて巣箱を別の箱の中に入れた上で麻布の保温材をふんだんに使いながら梱包します。これは二重箱式越冬法と言われているものです。この梱包作業を行うのは11月終わりから12月の初め頃になります。二重箱式越冬法については別の動画で詳しく紹介していますので、関心のある方はそちらをご覧ください。はい、今回は本格的な越冬を始める前の寒さ対策を中心にお話ししました。そして寒地における2段階越冬という考え方を紹介しました。2段階越冬には本格的越冬前の寒さ対策の意義を強調するという意味合いが込められています。今回はこの辺で失礼させていただきます。いかがでしたでしょうか。なお、登録高評価で応援していただけると大変励みになりますので、よろしかったらお願いいたします。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。